斬新です。ニプペです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ原田専門家でございます。昨日やっとニプペしてきましたので、今度こそは寝ないで最後までちゃんと見たので、今日はプペルの感想をお話ししたいと思います。結論から言いますか、最後に言いますか。結論から言うとね、結局感想的にはね、大きく前回ほとんど寝てたのと変わらなかったんですけども、本当にゲームっぽいというかゲームになるのになという感想でしたね。でまず1回目どこからどこまで寝ていたのかをこう覚えてる範囲で、思い出してみると、本当に起きたのは最後の最後の階段を支えて、はしごをね支えて下を見るからね怖いんだみたいな、ルビッチが言うあこで起きて、その前にねちょこちょこと起きてたのは本当にもう煙がなくなって、心臓が飛んでって中心にぐるんと回ってと、あとはもうほとんど寝てましたね本当に。で、どこで寝だしたのかって言ったらトロッコの前ぐらいだったね。トロッコになる前ぐらい。でも完全に寝てました。だから最初のダンスシーンが終わってもうすぐ寝てたというような感じでしたけども、いろいろね感想というか感想ですけどもまずこれそうですね、まずこれを言いたいなっていうのはあれですよ。ルビッチあんだけ前歯ないじゃないですか。言うたら歯抜けなわけですよね。であんなに喋れるっていうのがもう引っかかっちゃって、もうそこがもういきなり引っかかっちゃってしょうがなかったね。思いませんか？あんな歯抜けで水曜日のダウンタウンのスタッフだったらね、ごちそうみたいな前歯してるじゃないですか。がっそり開いて、あれであんなに喋れますかねっていうのが気になっちゃって、もうそこでね思考停止ですわ。何も入ってきませんよ本当にね。以上ってことなんです。それは気になりましたと。なぜ歯抜けなキャラにしたんだろうかっていうのは一つね思いますね。そんなに前歯が生え変わる年齢でもなさそうじゃないですかね。周りの友達見ても、友達というか同級生ですかね、見てもって思いましたね。ふがふがしちゃうでしょ。であとお母さんが車椅子の理由がよくねなぜそうなんだろうとは思いましたけどね。何かそこを話をあったにもかかわらず語られていないのかなってちょっと気になりましたね。あと お父さんブルーのね、あんだけガタイがいいのになんであんな喧嘩が弱いんだってね。もう格闘技は本当ウェイト勝負みたいなとこありますから、あれだけガタイがでかければそれはね有利です。それだけで有利なのになんだろうなというのと、冒頭のねトロッコピタゴラスイッチみたいにうまいことつながってみたいな取ってつけたようなトロッコシーン、ああいうシーンがハラハラドキドキするっていうのはよくわかるんですけど、いろんな映画でもそういった特にインディ・ージョーンズとかね、うまいこと使ってるじゃないですか。でもプペルに関してはなんかちょっと取ってつけたような気がしましたね。
物語の設定上炭鉱の町というので地下道があったりトロッコが走ってたりっていうのは分かるんですけどあそこに行ってしまうのがねよく分からなかった。それよりもゴミプペルが助けてくれ言うてルビッチが見つけて街の中をねとことこ行くシーンがあるんですけど縦笛のメロディーでねそれこそピタゴラスイッチみたいな感じであのシーンは本当にスマホゲームかなんかにしてもいいんじゃないですか。時間制限時間内にこうねぴょんぴょんしながらうまいこと飛んでねプペルを助けに行くみたいな。いや本当に、どのシーンを撮ってもゲームになるなっていうのが本当に感想でしたね。このプペルをね拾いに行くシーンのところはいい感じでしたね。でその後のトロッコがだからいらないなぁとは思いながらね見てました。あとこの緑の何ですか電線みたいなところに飛び移るシーンね、あっこもねなんか無理やりな感じがしましたよね。で他は何がありましたかね。歌唱シーンというか挿入歌が入ってセリフがなくシーンが進行していくところがあるんですけど、それ2箇所ねで3箇所かな、ダンスシーンを入れたら3箇所か3箇所あるんですけど、ダンスシーンは冒頭いきなりね盛り上がる感じですごくあれはいいなと思ってたんですけど、あとの2箇所中盤後半出てくる曲丸ごと投げて2回もいるっていうかもう1回でもいらなかったよね。長いしフル尺使ってるしあんなにいるっていうね。挿入歌のシーンは本当に長かった。何このミュージックビデオみたいな急に流されてんだろうっていうのがありましたね。挿入歌のシーンもちょっともっとね説明方というか語っちゃってる部分が他のシーンでも多いのでって語らないシーンでこう想像させるというかね分かりやすく絵で描いてるんですけどもというのはいいんですけど、あまりにも2回もしかも尺が長くて入ってるのはあれどうなんだろうと思いましたね。だからそこをなんかお互いというかキャラクターのセリフでね分かるように説明じゃなくてねできれば良かったんじゃないかなと思いましたけど、挿入歌のシーンは本当に長かったですね。あとあちこちで突然お金の話が出てきてみたいなレビューがあったんですけど、あれ僕が見てる感じでは突然でも何でもなくて必然というかねそういう世界でお金の奪い合いが始まって、強盗やら紛争が起きちゃったんで、腐るお金というのを発明して得るというねレターさんが発明して腐るお金で、貯金ができない、ので、腐る前に使っちゃわなくちゃいけないっていうので、ね、冒頭でもルビッチじゃないプペルを雇った時に何でしたボスがさ言うじゃんプペルに前払いだってね腐る前に使いなさいっつって、プペルにパラパラって三角形のお金を渡すシーンがあるじゃないですか。段かね、なので全然突然でも何でもなくそういうことがあったというシーンが入ってくるんですけど、腐るお金で腐る前にみんな使うから経済が回っているという割に煙突町ですかって感じ。だからそんなにね全員が全員貧乏してる感じでもなくかといってみんながみんな富裕層というかそんな感じでもなく
なのでまあ不満はなさそうですよね。あるとしたらやっぱり他の住民もなぜ上を見ちゃいけないとかね、なんか抑圧されている感じに不満を抱かないのかなとは思うんですけども、それはやっぱり中国の感じに近いのかな。だから大多数はまあお上の言うことだからっていうので鵜呑みにして疑うこともなく、そこに疑問を抱くわけでもなく従う中、中国でもね、何ですか、こう公安に目をつけられるような人っているわけじゃないですか。いやいや、外の世界、それこそね、ツイッターもなければ YouTube もないわけじゃない、専用のというか、中国版の YouTube みたいなのとか Twitter みたいなのがあるけども、世界に通じるものが制限されているってことに疑問をそこに気づいた人がいるのかいないのか、気づけるのかけないのかっていうのはありますが、脱出をというね、外の世界をっていうのはそんな感じはあるのかなとは思うんですけども、そこで一人だけというかね、ルビッチだけがいやいや言ってるのは、まあ別に特段おかしなことではないですけども、周りから政府からね、審問委員会からね目をつけられるのはわかるけども、周りの住民からね、あらこうだ言われちゃうのはどうなんでしょうか。言われちゃうのかしらとは思いましたけど、なんか設定的お金の話とかその辺の設定的には僕は何もというか、なんか面白いなと思ってたんですけどね。ただ方々でそういったなんか前歯がないとかそういうしょうもないところね、トロッコのねシーンとか、挿入歌のシーンが長いとか、最後爆弾飛ばしてね、気球にして船を飛ばすんですけど、その船についてるフックに爆弾が引っかかっちゃってわーわーってなるシーンがあるんですけど、フックに外した爆弾を外すのってなかなかできない。ルビッチの手で外せますっていうね、相当な力で引っ張られてね上がっていってるわけ、船を持ち上げてるわけですから、相当な力がかかってるわけですよ、ここにね、フックのところに。でフックを外したらフックがブラーンってなるのはもうね、火を見るよりも明らかなわけなのに、そこをね外しに行っちゃうルビッチね。で案の定ブワーンってなってね、その辺はアニメなんで綺麗にね、そら宮崎アニメとかでもあるようにうまいこと生還してくるわけなんですけどね、っていうのは思いましたね。だからね、なんですか、フックを鎖をこの船側から外す装置みたいなのなかったのかしらとかね。だって実際問題ね、フックを海の中でドボンとした時に引っかかっちゃって上がらないってなった時に外す装置がなければあれ怖いです。もう船ごとおじゃんですからね。その辺の細かな設定みたいなのはちょっとね、そういう細かいところの不都合がね、いろいろ重なってちょっと素直に面白いとは思えなかったし、全くね、どこでホリエモンは4回も泣いたんだって思いましたし、あとハイヒールももこさんがね YouTube で感想ね、泣きましたってあげてるんですけど、娘が泣いてね言ってマスクがびしょびしょになってねみたいな言ってるんですけど、僕は全くどこでも泣けませんでした。突っ
ッコミどころが満載ってね、本当にルビッチの前歯がないのになんであんな喋れんだっていうのが、一番引っかかって、そこを入り口にね、トロッコね、アニメの映画だからね、都合よくね、ピタゴラスイッチみたいに行くよねとかね。あとあれですね、何でした、藤森くんがやってるなんて言いました、スコップは非常に良かったですね。だからスコップ目線の話を見たいなとは思いましたね。だからルビッチ目線、ルビッチがなんかちょっと協調性がなさすぎますよね、まず。っていうのは思うので、スコップぐらいの感覚で、サイドストーリーとかアナザーストーリーとか外伝的な部分は見たいかなって思いますね。ですね。ツッコミどころ満載で楽しめた。あとね、トロッコのところに猫出てくるところとかさ、あの辺なんかほんと突然すぎるんだよね。こう脈絡がないっていうか、なんか可愛いもん出しとけ、あざとさが勝っちゃってるね。なんか随所随所にそういうあざといのがあるからね、こう透けて見えちゃってるのが粋じゃないよね、っていうのは思いましたね。ですかね。終始ゲームっぽいんで、ぜひゲーム化していただいた方が楽しめそうだなとは思いましたですね。はい。あとね、お父さんのブレスレットの下りとかは分かりやすくてよかったんじゃないですかね。探しにゴミ漁ってたから毎日臭かったみたいな、その辺はね、よくできた話だなと思って見せてましたね。言い残したことはないかな。そうですね。はい、といったところでゲームっぽくて楽しめましたが、泣けはしませんでした。あと本当にルビッチあんだけ前歯なかったら本当に水曜日のダウンタウンでね、インタビューされますよということかな。はい、そんな感想でした。ゲームっぽいとね。そうですね。あとはちょいちょいあざといところが鼻につくというかね、なんかこう素直に喜べない、素直に楽しめないぐらいあざとさが勝っちゃってたなーって、もうちょっとなんていうんですかね、控えめにというかおしとやかにというかね、やるねみたいなシーンがあればなとは思いました。はい、ちょっと長くなりましたが、プペルの煙突町のプペルの感想でした。あとね、オープニングタイトル出る感じがね、あんな重いっていうね、もっとなんかパーンと明るく出てきてもいいのにな、なんかすごいね、重たい感じで始まってたのはちょっと気になりました。はい、以上です。編集長、あとチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。